今回は、先日発売されたレジェンドスーパーデッキ、流派爆炎の改造カードについて、紹介していきたいと思います。レジェンドスーパーデッキとは、歴代の全国大会優勝デッキをもとに、新規や再録カードを盛り込み、現代デュエマに適用できるよう、蘇らせたデッキです。第1弾はそういう革命で、ドギラゴンの場を携えたラッカバスターがテーマになっており、エボルピアやボルシャックサイバー X などの、強力な新規が多数収録されていました。第2弾は進化量乱。テーマはドラゴンキリコで、11年前とは違い、核となるボルバルザーク X や、エンペラーキリコが欠如していても、アマテラスキリコを筆頭にした新規と再録により、安定感とロマンを追求したデッキに仕上がっていました。そして先日発売された、流派爆炎のテーマはモルネクになっており、今のデュエマ環境でも使いやすい新規カードの収録だけではなく、デッキの核とも言える、モルトネクストや A イコールピアなどが4枚収録され、さらにシスとも言えるドラグハートがほぼ収録されているため、買ってすぐに環境を席巻したあのモルネクで、遊ぶことができます。それでは流派爆炎の改造パーツについて紹介していきましょう。今回は、赤緑とリースカラーに絞って紹介していきます。ボルシャックドラゴンデュエリストチャージャー。モルネクを安定して回すには、初動のマナ加速が10枚以上必要になることが多く、一部単色がないと、モルトネクストなどを出す時のマナ置きができなくなりますが、流派爆炎の初動は、すべて多色で構成されています。メンデルスゾーンや A イコールピアはまず抜けないため、抜けるのは爆流秘術、防御の第一になります。デュエリストチャージャーの強みは自身を含め、ボルシャックをすべて回収できるため、4ターン目もマナ加速できる可能性が生まれる強みがあります。ロイヤルストレートフラッシュカイザー、オールインチャージャー。オールインチャージャーは基本的には、デュエリストチャージャーとの選択になります。オールインチャージャーの場合、複数ドローの可能性がなくなった代わりに、上面がスピードアタッカーと実用的で、爪のタイミングでトップから出ても、腐らない性質があります。切り札カッターカツキング熱血の物語。カッターカツキングは山札の上からの5枚を見てカードを1枚回収でき、それが非化自然のカードなら、クリーチャーを1体バウンスできる、どんどん吸い込むナウにドラゴンを足したクリーチャーです。水文明が入った多色クリーチャーですが、モルネクにおいては革命2のシールドトリガーや、ボルシャックドギラゴンの進化元や、バトガイハートで展開するのが主なので、そこまで出しづらくはないです。ドラゴンが入るデッキで基本的に入れられるのでおすすめの1枚です。インフェルノスタージュ。インフェルノスタージュは、出た時に自他問わず場からカードを2枚マナに送ることができ、置き効果で場から、自分のマナにカードが置かれた時、1ドローできる効果と、さらにガードストライクを持っているので、除去受けリソース確保と様々なことができ、モルネクにおいては、禁断が採用されるケースが多いので、相手の場にカードがなくともほぼ確定で、2ブーストと2ドローができるため、メンデルスゾーンや A イコールピア、その他初動から繋げることができるほか、カード指定除去という強みを活かして、魂ドや青魔道具、ドラグナーにも強く出ることができます。こうしてみると、強いところばかりが目立ちますが、必ずしもモルネクと相性がいいわけではなく、モルトネクスとのマナ武装の達成は、火のカードでなければいけないため、メンデルスゾーンや A イコールピアでマナに行けば、実質1ターンのロスになったり、初手に1枚だけであれば、基本的に抱えておけば問題はないのですが、2枚以上になった場合、実質スケルトンバイスを打たれたようなものなので、採用する場合は枚数とその他のパーツと相談が必要です。とはいえ、マナを貯めて出す場合は事故率が低く、さほど問題ないような気もします。ボルシャック秘伝ドラゴン。ボルシャック秘伝ドラゴンは、アタックチャンスで、火または自然のコスト7以上のドラゴンが攻撃するとき、コストを支払わずに召喚でき、攻撃するとき山札の上から、1枚マナを置き、それがドラゴンならカードを1枚手札に戻す、マッハファイター持ちのクリーチャーです。無双勇気三剣ブーストのような使用感で使えますが、デュエリストチャージャーに対応している点と、場に残る可能性があるところが差別化のポイントです。それだけではなく、爆銀王剣バトガイハートを装備したクリーチャーのアタックトリガーで一度失敗しても、ボルシャック秘伝ドラゴンのアタックトリガーを宣言していれば、流解できるため、滑り止めの役割として使うこともできるのも強みです。流派ジングレンエントリー。流派ジングレンエントリーは非自然のコスト6の呪文で、山札の上から4枚を見て、その中からコスト8以下のドラグナーを出すことができ、それが出たらそれと相手のクリーチャー1体と、バトルすることができます。基
本的な使い方はモルトネクストや、モルトサーガの早期着地、剣、除去札とシールドトリガー枠として使います。山札からサーチするため、デッキに占めるドラグナーの数は半数以上あると、成功率がかなり安定してきます。ただし、呪文のためメンデルスゾーンやエイコールピアは、対象外なのでデッキ構築を慎重に行う必要があります。ボルシャックスーパーヒーロー超英雄タイム。ボルシャックスーパーヒーロー超英雄タイムの役割は、主に仮面の呪文で、バトルゾーンの相手のコスト3以下のカードを、1枚墓地に置く効果があります。序盤に出た相手のメタカードや、青魔道具のグランドゼイロのようなシステムカードを除去して、自分の動きをやりやすくする小回りが効くカードです。上面のボルシャックスーパーヒーローは、バトガイハートなどの踏み倒しで出たついでに、除去できたらラッキーだと思う程度の認識で大丈夫です。ボルシャックドギラゴン。ボルシャックドギラゴンは革命ゼロトリガー持ちの進化クリーチャーで、出た時に、相手のクリーチャー1体とバトルする効果を持っており、受け札として運用できるカードです。革命ゼロトリガーの処理で出た進化元の出た時効果も使えるため、パワー1万2000ラインを上回るクリーチャーでも、攻撃を耐えられる可能性があります。例えば、モルトサーガが出れば、そこから出た伝説の救世主ワタルが即誘拐でき、単色相手であればパワー7万7777以下のパワーラインまで除去できるようになります。マスターオブレボリューション。マスターオブレボリューションは非光の革命ゼロトリガー持ちのネオクリーチャーで、攻撃するとき、場のクリーチャーではないカードを、1枚選び墓地に置く効果を持つブロッカーです。ボルシャックドギラゴンとの差別化のポイントは、自身で失敗しない、革命ゼロトリガーというところと、ブロッカーである点です。ボルシャックドギラゴンでボルシャックドギラゴンをめくってしまい、負ける場面というのは多々あるので、そこが改善されているのは嬉しいポイントです。ブロッカーという点については、相手のパワーに依存せず攻撃をやめられるのは優秀ですが、ブロックされない効果の前では無力で、一長一短の性質があるので採用を考える場合は、環境を見ていきたいところです。轟革命レッドギラゾーン。轟革命レッドギラゾーンは自色のコマンドが、対象の革命チェンジ持ちのクリーチャーで、自分のコマンドにスピードアタッカー、マッハファイター、ブロックされない効果を付与します。さらに、ファイナル革命で、他のクリーチャーをアンタップします。主な役割は打点の追加で、バトガイハートから出るスピードアタッカーとしても十分機能します。自然文明を含んでいるため、初動のマナ置きとしても優秀です。メガマナロックドラゴン。メガマナロックドラゴンは出た時と攻撃する時に、相手のマナの各文明のカードを1枚ずつタップし、次のターンの初めにアンタップしない効果を持ち、相手デッキの色が多ければ多いほど進化を発揮するカードです。ドラゴンということもあり、モルネクでも相性抜群ですが、再録が一切ないため、現在価格高騰中なのが悩ましいところです。始まりの U 装具ビギニングスタート、終わりの天魔 U ファイナルジエンド。このカードの表面の役割は、進化元がドラグナーの時の、ボルシャックドギラゴンのパワー増強の役割などを持ち、裏面は、モルトサーガで出せる打点兼ブロッカー、そしてドラグナーのコスト軽減の面でも活躍してくれます。昇竜拳外 R。昇竜拳外 R の主な役割はウェポン面の場に出た時、相手のクリーチャー1体と装備したクリーチャーとバトルする効果で、新規の炎流派グレンアイラと組み合わせて、2体除去が狙えたり、モルトサーガが出す複数のドラグハートに入れられ、ついでに除去といった仕事もできるため小回りが効くカードです。クリーチャー面になっても、高いパワーで打点としても優秀なので、入れて損ではないカードだと思います。禁断封印されし X、伝説の禁断ドキンダム X。通称禁断で呼ばれるこのカードは、爪の打点形成と番目処理、シールドトリガーなどで、コマンドが出た際の禁断解放での延命や、インフェルスタージュでの封印のマナ置きでのマナ加速など、様々な役割を果たしてくれるカードです。封印が剥がれた時の効果が優秀なドルマゲドン X のフィールド面と、比較されることが多いですが、インフェルスタージュとのシナジーや、高速環境などを踏まえると、ドキンダム X の方が現状、環境に適していると思われます。今回はレジェンドスーパーデッキ流派爆炎を改造する上で、強そうなカードについて紹介していきました。他にも採用価値のあるカードは多々ありますが、今回は環境的に強そうなカードをピックアップして紹介しました。もちろん、自分の好きなカードを入れて遊ぶのも楽しいと思うので、自分のオリジナルのコンセプトや色の組み合わせで、流派爆炎を遊んでみるのはいかがでしょうか。以上、今回は流派爆炎の改造カードについて、
小ネタを交えながら紹介してきました。いかがでしたでしょうか？皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。